はい。それでは今日はこれです。ミニトマト。結構もう大きくなった。こっちがカムリっていう品種。で、こっちが、TY ベニスズメっていう品種なんですけど、まあ、こう、メロンの、と同じような、こう、特別栽培。プランターで育てるみたいな、メロンと同じ栽培の仕方をしているので、うちで作ってるトマトは、宝玉丸っていう名前で売ってます。前回が10月の終わりだったかな。まだこんなちっちゃい時だったけど、だいぶもう伸びてきて、花的にはもう1段、2段、3段、4段、5段、6段、7段、8段目ぐらいが今咲いてる。咲いてます。で、今収穫してるのは1、2、3段目ぐらい。3段目がようやく明るんできたぐらいかな。ちょっと見て。ここが1段目。ここが2段目。これが3段目。3段目が1個明るんでる。で、こっちが4段目。っていう感じなので、で、こんなザラザラっといっぱいなってきてます。こっちの方がちょっとね、カムリの方が、こう、シングルが多い。これ、1段のやつが、こう、1房で出る。これがシングルっていうやつ。ミニトマト。これが、もうダブルというか、もうトリプル近くなってるね。ほら、2つに、3つに分かれるのか、これは。これはトリプルだね。これがダブルか。これシングルか。もうこれ、動かすと剥がれるから。あ、これ、ダブルだよ。ほら。綺麗なダブル。ね。こっちはダブル。ダブルもあるけど、シングルもあるみたいな。シングルが多いかな。いや、品種の特徴的に、こっちはシングルが多くなる。そしてやっぱりシングルの段は玉が大きくなる。大きくなりすぎるぐらい大きくなる。ブリーダーに聞いたんですけど、血も近いらしい。この品種の血も、カムリと TY ベニスズメはかなり近い品種だっていうことで。で、味もね、きっちり乗ってくるからね、美味しいのよ。で、これでもう3段目、もいでいるので、ちょっと、これで、測ってみましょうか。はい。まずベニスズメ。シンクにね、真っ赤になったやつをね、やっぱり測らないとならない。これでいくか。こういうの。ポッと落としちゃった。これは。赤。いい感じ。さあ、何度ぐらいになっていくかな。切れねえな、この包丁。まあ、こんな感じ。で、汁垂らして、いきます。6.9。大体何度ぐらいが合格なんですか？8度回したい。おお、8度。だ今年はまだあったかいからな。まだね、この時点のところはね、まだそんなでもないんだよな。もうちょっと上になってくると、もっとどんどん味乗ってくるんだけど。まあでもそれでもね、うまいよ。うん。ね。うまいですね。ほんのり甘いもんね。6.6。まあそんなもんか。やっぱり、なんつうの？フルーツトマトって言われる糖度。フルーツトマトって呼んでもいいようなトマトが8度ぐらい。というかね、昨日ね、もいじゃったんだよね。だから、シンクに赤いやつがなかなかない。もっとさ、こう、どす赤くなってほしいんだよ。うん。食べてもそんなに甘くはない。まずくはないけど。甘さがまだ、ちょっと足らねえな。
まあでも今この段で6度とか乗ってっから、あと1週間から10日くらいか、あと10日くらいして、もうちょっとこれもシンクにあとね2日ぐらい明るく出せれば、もうちょっと糖度は乗ってくると思う。うん。7.5。これは確かに今までの中で一番甘い。でもさ、ここまで味にムラがあっても困るのよね。もっと安定感が、安定感で、なんていうの、ま、綺麗だよね。まあ6度半ばでもね、いつもの3段目からすればまだ味がちょっとはいい方。ほんでもうあと1週間10日かな、1週間10日ぐらいするともっと味一気に乗ってくるから、そしてまだね暖房がそんな燃えないの。最低気温が本当に7度8度だから、ハウスの中だと温風機がね1日2回ぐらいしか多分火が入んない。本当に寒くなってくると1日で10回ぐらい火が下がったら燃えて、でまた下がったら燃えてっていうやつを何回か繰り返すんだけど、今年はまだ全然燃えていかないから。であと葉かきもしたいな。こういう黄色い葉っぱもくたびれてきてるから、くたびれてきた葉っぱはどんどん落としていく。一回葉かきで手入れよう。これ下の方からとかじゃなくて、下の方からだね。下の方から疲れていくから、でもほら斜めにこう誘引してんじゃん、だからどこが下だかわかんないから、こう黄色いやつもうそうくたびれた葉っぱはどんどん、このさ葉っぱがこう疲れてくると、でもう光合成しなくなるから、こうするとほら今度こう葉かきしちゃうと実がさ太陽によく当たってさ、これでまた光合成が始まる。で上にまだここまで葉っぱあるからもう十分。ミニトマトはね、大玉トマトはここのシュート最初ここの葉っぱ、例えばまだあるやつがいいな。実のねここについてる葉っぱは取らないのよ。ここの葉っぱこれじゃねえな、これは分け目だ。この1枚目の葉っぱがここに一番栄養を送る葉っぱだから、まあだからこのペースで疲れてこないから大玉は。でもミニトマトはねいいの。この房を取ってる間にどんどん明るんでっちゃうから、でこれを取り切るまでに結構時間がかかるから、葉っぱかいてった方が。まあそうこうやって葉かきしていくんだ。俺まあでもこうほらやっぱり下の方から疲れていく。水は足りてっかな。水もちょっと水絞んないいいな。でこの軸の太さ、これでいくからちょうどいいでしょ。こっちもここからはちょっと遅いか。でもまあでもこれさ栄養が少なくなったりとかすると今度細くなっていくと太くさせるの結構難しいから、まあ逆にすげえ太いやつを細くしていくのも難しいんだけど、こうだからバランスを取りながら肥料と水を与えて
でこれをずっと来年の3月ぐらいまでこの太さをキープさせていく。どれぐらい、1センチぐらいですか？そうだね、これがちょうどいいぐらいよ。太いとダメなんですもんね。いつもの僕からすればちょっと木が出来目っていうかちょっと太めでいってる。まあでも去年最後の方でねちょっと実を小さくしちゃったりしたから、今年はちょっとしっかりめでいこうかなと思って。肥料ですか？肥料で調整ですか？肥料と水だね。水がやっぱり一番だね。水を結構たっぷり与えるとやっぱり太くなっていくよ。で肥料切れは窒素切れはもう絶対ダメだから、トマトは特に窒素はきっちり切れないように与えていかなければならない。うちでいうと1週間から10日ごとにこう置き肥やしをしてね、でそれとともにアミノ酸も液で何回か送ったりとかしながら栽培していくから、まあ、だから試食企画をやろうとは思ってるんですけど、まだこのアベレージ7後半7半ばから8ぐらいのやつがアベレージでできてきたら試食企画をやろうかな。今12月の今日が3日だからまあ12月の半ばぐらいになれば、そして収穫する前のタイミングで取りましょう。今日はこの間収穫したばっかりで、脇芽も取る。こんなちょっとまあだから今年ちょっと強めの木でいってっから、まだ窒素切れは起こしてない。でもここいらで一回ねすげえ寒い日があったじゃん、はい、あそこの時にねちょっと寒さを食らわせすぎた。暖房の支度もまだしてなくて、11月の20日ぐらいだったかな、なんか寒い時があったんだよな。あの時にね一回寒さ食らわしたからね、そこでね葉っぱがねちょっと傷んだっていうのがある。まあでもいいペースでしょ。まだほら上の方がこんなに、これなんかほらちょっと木ってる木系。まあでもこの辛抱がいるからいいけど、ほらこっちがどっちかっつったら勝ってるというか、ここですぐついちゃってるから、こいつを今度大事に育てていかないと。はい、そんな感じでこんだけねザラザラってなってっかんね、いっぱいなってるね。これ取れんぞ。結構ね森田さんのところみんなに言われるの。森田さんのところなんであんないっぱいになるんですかっつって。まあ実を育ててるからなるんだよとは言うんだけどそれが難しいんですよって言われるんだけど、まあだから生殖作用と栄養成長と生殖成長のバランスがうまくできてるってことかな。でもここいら辺はシングルが多いな。本当はダブルでいきたいけどシングルが多い。で逆にこっちここいら辺に来るとダブルが多い。下でちょっとつきすぎちゃったからここいら自分で抑えてんのかな。これシングルでシングルが多い。こっち行ってみよう。ちょっとこっち奥の方が木ができてたりするから。ああでもこうわかんない。あこれもダブルだ。あれかな、やっぱり木が細いさぐらいのやつの方がちょっと花つきがいい気がするけど、そうすると今度体力が足らなくなってくるからちょっと難しいとこだね。でそして虫は何もいないね。だからもうちょっともうちょっとまた肥やしも効かせなきゃいけないかな。こうやって見て撮影 しながら見てみるといろいろ面白いね。そうですね。でそんな感じで12月の初めのミニトマトだいたい6度半ばぐらいのトマトでした。次の時は、8度超えのトマトになってるぐらいにもう一回撮影します。はい。